はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。あ、エスです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、過去の自分を振り返ろうリメイク企画やっていきたいと思います。リメイク企画ってよくやってなかった？いや、やってない。それが意外と、なんか、エースくんのイラストを私がうまく描き直すとか、そういうのはやってきたんだけど、自分のイラストをがっつり直すはね、やってきてないのよ。意外とやってないのよ。ということで、今日はそれをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで、今日まず私がリメイクするイラストなんですけども、それがこちらになっております。このイラストはね、私が中学校1年生の時に描いたイラスト。中1でこの画力あったんだもん。まあ、それはどう見るかは人それぞれだけど、いや、なんでこのイラストを選んだかっていうと、ちょっとこれエピソードがあってね、これ中学校1年生多分入学して、本当にまだ仲良くなってないクラスメート全員にね、実はこの絵の上の部分に長文の文章が書いてあって、はじめまして、私の名前はなるなるですって、ペンネームが書いてあって。今だったら、新本慎ね。そう。私今、アニメのなんとかにめっちゃハマってますみたいな。趣味はなんとかで、みたいな。これで、絶対なんとかになるぞ、よろしくねみたいなことを書いたのを、クラスメート全員に配ったの。初日に初日か2日目か3日目。頭いかれてる人でしょ、本当に。しかも、この当時よ、家にコピー機なんかないから、このコンビニコピー行って、自分でクラスメートの枚数分プリントして。だから25人ぐらいいたら25枚ね。そう。で、本当に仲良くもない子全員にどうぞって。だから、今このイラストを見たら、中学校1年生の、私のなんか1年 B 組の仲間を、新本のこの絵だって懐かしい絵なのよ、これ。あいつが一番最初に配った絵や、みたいな。ある意味黒歴史とは取れる、この時のイラスト。でもね、一生懸命描いたの、このイラストが。目のとことかトーン張ってるしね。いや、うまいよ、絵は。全然うまい。で、やっぱこのキャラクターはこの時しか描いてないんだけど、なんかこの当時のちょっとお姉さんチックな女の子と、ちょっと初太っぽい少年みたいな。少年なんだ、これ。少年なんだよね。わかんないんだけど、なんだかそういうイメージで描いたから、これをリメイクして、私がリメイクしてる間、エス君暇だろうから。いや、暇じゃないよ。俺はやっぱ見てるから、それ。暇だろうから、エス君もせっかくだからちょっとリメイクしてもらいたいものがあります。いやー、やっぱ俺もやんなきゃいけないんだよ。で、それがですね、こちらも、このチャンネルはおなじみ、スマイルボーイズ。出た。新本先生の私が小学校6年生で連載作です。で、ちなみにこれのイラストはね、なんで今回選ばなかったっていうと、私ね、たびたびリメイクして自分で。いや、書いてたよね、これね。これちなみに小6で書いたスマイルボーイズね。で、これさらに中学校で書いたスマイルボーイズ。で、さらにこれ私ね、大学生かな、プロになってから書いたスマイルボーイズ。もう十分リメイクしてるやん、スマイルボーイズ。だからそれをあえてエス君に書いてもらいたいね、スマイルボーイズ。いや、だから小6より退化するんだって、それは。いや、だから上手くなってるとかじゃない。リメイクっていうのはあくまで作り直すってことだから。だからエス君がスマイルボーイズを書いたらどうなるのかなってちょっと気になったよ。じゃあ今回は、リメイクだけど、思いっきりほんとちゃんとリメイクっていうことだから、この絵の良さを残すとかでももうなく、本当にこの絵のキャラクターで描き直していきたいと思います。あ、そのまま行くんだ。だからこのキャラは描くよ、もちろんリメイクだからね。だけど、なんかこの絵の構図をそのまま描くとかではなく、だ当時私がきっとこのキャラをもっとこう描けたかったんだろうな、みたいな自分を思い出して、本当はこう描きたかったけど、画力的にこうなったんだろうな、みたいな。ここまでしか描けなかったからそうしたっていう。そう。この当時描いてたこの謎服なんだろうな。このなんか男の子にはいつも私この服着せてたんだよね、昔から。このなんかハイネックの前にジッパーがあるみたいな服。一瞬回ってまた最近ちょっとこんなの流行ってない？イカゲームのジャージみたいな。そうじゃん、なんかここぐらいまでのさ、ジャックで。最近一瞬完全にそのジッパーじゃなくて、ここだけ。ハーフジップみたいな。なんかこの当時私これしか描けなくて、むしろ。あ、そうなんだ。なんでかこれあとかっこいいとしたの。俺の中学校の時のジャージがそうだったよ。違う、もう違う。ここだけ。それエスクのことはもう知らないからほんとどうでもいいんだけど、キルアとかさ、あとさ、サスケとかナルトの、みんなさ、この辺のちょっとハイネック風の服着てんじゃん、ちょっと。わかる。でもあれ完全に下までだもん。完全に下だってし、キルアなんだったらジャックないんだけど、あの当時の少年漫画の少年キャラみたいのが、みんななんかこの辺隠れる服着てんだよね。首がね。そう。で、私サスケとかキルアみたいなキャラ好きだから。ちょっとだからライバル的なキャラでクールみたいなさ、ちょっと釣り目クールみたいな。そればっか書いてて、それしか書けなかったのよね。そればっか書いてて。って思うとでもやっぱそれは活かしてやりたいよな。いくらリメイクといえども。私のこの時のな。それを書
書いてるからね、だって。まあ、それしか書けなかったにしろね、うんやっぱ好きだから書いてたんでしょ。そう、好きだよ。これが一番男子のかっこいいファッションだと思ってたから。でもほら、私、ずっと中学校1年生ぐらいの時の自分の憧れはさ、漫画の主人公になることだったから。ルフィになることね。ルフィになることとか、ある日突然さ、異世界転生することとかずっとさ、校長先生が喋ってる時とかずっとそのこと考えてたから、今ここにさ、ワープホールみたいなのが出てきてさ、ある日突然なんか異世界に転生しないかなとかさ。マジ？待って、その時からさ、そんなにさ、異世界が流行ってない時からさ、異世界転生いや、私、あの時から異世界転生考えてた、ずっと本当に。異世界転生しないかなみたいな。校長先生の話って長いじゃん、すごい。長い。暇じゃん、あの時間。異世界転生。暇とか言っちゃいけないからね。言っちゃいけない校長先生が今喋ってるあの横にブラックホールみたいなのがブワーみたいに出てきて、みたいな。マジか。で、やっぱ白髪ロン毛、猫耳みたいなの入るのが夢だったから。自分が異世界にいてそのままの自分で行くんじゃなくて、やっぱ変わるんだ、見た目も。そう。やっぱなんか突然変化するキャラとかになりたかった。切れた時とかに陽子化するよみたいな。だから月見たら、まあ、狼になっちゃうとか一番わかりやすい。そういう感じ？そういう感じで秘めたる能力みたいので、私には実はそういう汎用の血が混じってたみたいな。憧れてたからさ、ずっとやっぱそういう設定に。だから実は、自分のお父さんは異世界で最強だったみたいな。そう。やっぱそれに憧れてたし、多分ある程度成長してるか中学生ぐらいになると、そんなのフィクションじゃん、バカじゃんみたいな子もいたけど、私割かしまだいけるって本気で中学生ぐらいの時は思ってたから。いや、だからバレに見るじゃなくて、完全な中二病ってやつですね。そう。これが。ほんと中二病真っ最中だったからさ、本当にね。本当に修学旅行で木刀買っちゃうタイプだったから。まあね。でも木刀めっちゃかっこいいと思ってたからさ。まあいいと思う、そういうのもね。別にそれが悪いとかそういうのないからさ。だからきっとこれをみんなに渡したら変だと思われちゃうかもとか、なんか嫌われちゃうかもとかも思わず天真爛漫にこのペーパーをみんなに配ってたんだと思うよ。なんか主人公だったから自分がいつでも。だから主人公と。自分がいつでもそのクラスの中心でいたかったんでしょ？そうって思ってたのっていうかもう痛かったんじゃなくて思ってたのそういうふうに。だからもう学校に入った時にすでに私はこのクラスの中心だっていうもう確信を得てたんだね、その時から。そうただ違ったらしいよ斉藤曰く。いや絶対違うって。斉藤と中1から中3までずっと3年間同じクラスだったから。斉藤さんだってメガネかけて質素な感じ。そうだよ。斉藤は最初メガネキャラだったのにいつの間にかメガネじゃなくなってコンタクトになってなんか可愛い女子風になってたの。でもね誰も斉藤がいつメガネを外したか気づいてないの。それは本人曰く、やっぱメガネを外すっていじられるじゃん、結構。いや、メガネじゃなくてコンタクトにしたいからね。そういう風に言われるのが嫌だったから、計画的になんか一日のうちほんのちょっとだけメガネつけて外すみたいなのを誰にも気づかれないようにちょっとずつシフトチェンジしてたんだって。いや、それもやっぱさ、才能だよね。変だよね。いや、まあそう、変って言えばね。はい、ということでイラスト完成しました。お疲れ様でした。久々長く絵描いたぜ。結構頑張ってたね。じゃあ早速私のイラストを見ていきたいと思います。こんな風に出来上がりました。すごい。いいじゃん。いい？なんか普通に配信者とかいそうじゃないこれ。わかるね。だからちゃんと今の私は多分こういうファッションとかこういう女の子描かないよ絶対に。絶対描かないね。だけどやっぱその当時の私は中1でしょ。やっぱそういうのが好きだったからちゃんと中1の時の私が何を描きたいかを理解してリメイクした。一応ディア20年以上前の私という私に送って。大体20年ぐらい前だからね描いてたのがね。いやこれ学校で配ってたらスターだったな。いやー、これ、そうだな。でもわかんないよ。こういうのがあんまり好きじゃない子もいるんだ。絵柄的にね。そうだな、確かに。そうだね。じゃあ、どっちにしろ何してもハブやん。いや、だからこういうのが好きな子から、わーってなぜかのよ。でも別にもらっても、俺みたいなやつは、うまいじゃんって終わるから多分。いや、そうだったんだろうな。いや、だから、やっぱりいきなり入学早々知らない人たちに自分の絵を配るってのは結構リスキーなことだったってことだけはみんなに教えたい。まあ、じゃあ、だから、せっかく描いたし、あれじゃないだから今後、新本新ですって時に配ればいい。私は新本新です。じゃあ、これディアをちょっと変えてね。ディア、出会ってくれたあなたへみたいな。そう、新本新って書いてあって。いいね。確かにそれはいいかもしれない。という感じです。じゃあ最後に S 君にスマイルボーイズのリメイク見せてください。俺もう一瞬でいいから、俺の作はね。リメイクしたらこうなりました。ちょっと待って、誰が誰だかわかんない。じゃあローマ字ちゃんと振ってるやん。これが、まず、関西弁のボーカルね。ゆう佐々木。ゆう佐々木。なんでかっていうと、みんなを盛り上げる役だから。
こいつが、レイタ女の子に見えるやー、つ。山川。そう、女じゃねえ、俺は男だってから、ちょっとヤンキーみたいな。女じゃねえ、俺は男だみたいな。座り一番可愛い系キャラね。で、ケイ上野がこれ。いや、元気いっぱい、悪ガキって書いてあったから。で、こいつが、陽介小川。まあ、これが無口だけど、って書いてあったから、ちょっとなんかこう、やられちゃってるみたいな。悪ガキ。いや、もう気になるの、そこじゃないよ。服ダッサでも、しも先生の、小学校時代に返した服がこんなだったよ。違う。これさ、もう運搬会社の人が、引っ越し会社の人たちやん。引っ越し会社の人たちが、ちょーすって今日の引っ越し先はどこですかちょっとなんかこれ俺襟つけたのもさ、なんかさ、タオル羽織ってるじゃん。首にタオルダッサいや、これはちょっとやっぱやってみてもらってよかったわ。はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。